人がなぜ行動するか、これさえ知っとけば人を行動させることができます。人ってなぜ行動するのかっていうのでちょっとご質問なんですけど、人はなぜ化粧をすると思いますか？お、そうですね、これ一つ目の理由ですね。じゃあもう一個理由があります。よく見られたい以外で化粧って何ですると思います？よく見られたいと思って化粧する人いますよね。でもそれ以外で化粧してる人って実はいます。もう一タイプいます。2タイプしかないです。もう絶対どっちかです。これですね、一つ目の理由が綺麗になりたいとかよく見られたいとか、自分から新しい自分になって変身したいっていうこっちの人と、もう一つがすっぴん見られたくないっていう理由があるんですよ。すっぴん見られたくないから化粧する人と、綺麗に見られたいと思って化粧する人、この2タイプです。これ何かというと、人間は快楽原則っていうのがあって、快楽原則っていうのは何かというと、人は快楽を求めて苦痛を避けるっていう生き物です。つまり人が行動する理由はたった2つ。快楽を求めて行動するか、苦痛を避けるために行動する。これさえ知っておけば人を簡単に行動させられるっていうようなイメージです。要はすっぴん見られるっていう苦痛を避けるために化粧する人と、快楽、綺麗になりたいとか可愛いって言われたいとか美しく見てもらいたいっていう快楽を得るために化粧する人、たったのこの2つだけです。人間は快楽を求め苦痛を避ける。つまり化粧も快楽を求めて化粧する人と苦痛を避けるために化粧する人。仕事もそうですね。快楽を求めて仕事する人と苦痛を避けるために仕事している人っていう2つのタイプに分かれます。じゃああなたはどちらを選びますかっていうことで、どっちが綺麗な化粧できるでしょうか？はい、快楽を求めて化粧するのと苦痛を避けるために化粧するの、どっちが綺麗な化粧できると思いますか？苦痛を避けるための化粧って綺麗に見せたいと思ってやってるわけじゃなく、苦痛を避けたいだけでやるので最低限になっちゃうんですよね。じゃあどっちがクオリティが高い仕事ができると思いますか？仕事が楽しいってやってる人と食べていくために仕事やってる人、これもう質問しなくても分かりますよね。人は快楽を求めて行動するとめっちゃいい結果生まれます。仕事が楽しいって仕事してる人と、いや仕事しないと食っていけないからって仕事する人、つまり人間はね、快楽を求めた行動の方が良い行動になりやすいです。快楽のために行動するんですよ。自分の快楽に素直になるというか、その方が人間っていい行動ができるんですけど、でもですね、実はですね、人間ってどっちが強力な行動理由かというと、苦痛を避ける方が強力な行動理由になります。プロスペクト理論とか損失回避性っていう心理学のやつがあって、マイナスが避けたい生き物なんですね。苦痛だけは避けたいっていうのがあって、人間っていうのは苦痛を避けるために行動しやすいってことです。喉乾いたってなればね、さっきの500ミリを全部飲み干した後に2リットルを持ってくるっていうね、喉乾いたって苦痛避けたいんでもう2リットル用意しちゃうっていう、これ別に美味しいハーブティーを置いときたいって思わないから、別にそういう時は行動しないけど、喉の渇きっていう苦痛はね避けたいから準備するんですよね。だから今までの行動をね振り返った時にね、自分が今まで行動してきたことって快楽のためにやってたかな、苦痛のためにやってたかなって考えてみてください。今やってる仕事楽しいと思ってやってるのか、しないと食べていけないからやってるのかだったりとか、今朝食べたご飯って美味しいと思って食べたのか、空腹満たすために食べたのかとかね、今までの行動を振り返って、もし苦痛を避けるために動いてたらちょっと注意してください。行動のほとんどが苦痛を避けるために動いてたら、ちょっとねあまり良くないです。快楽のために動ける人と苦痛を避けるために動く人、この癖が怖くて、苦痛を避けようってやるとクオリティがやっぱ低いものになってしまうだけじゃなく、苦痛を避ける人生になってしまうので、苦痛を避ける人生にならないように、自分の快楽のためになんか楽しいことのために動けるようになったら、めちゃくちゃいいことめちゃくちゃ起きます。僕も明日からスポロテックでって言ってるけど、予定入れたのは自分なんですよ。楽しいからやってるんですよね。別に何もしなくてもよかったんですよ。別に明日3日間休むことだってできるし、楽しいからやってるわけですよね。やっぱり苦痛を避けるためにやると人生って流れ悪くなる。